皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1130日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1740名、戦車23両、装甲戦闘車34両、砲64門、多連装ロケット1両、防空システム3機、ドローン164機、その他車両118両、となっています。戦線全体では、208回の地上戦の報告があり、ロシア軍は作戦のペースを上げています。この背景について、元イギリス SAS 将校で軍事アナリストのコリンズ氏は、トランプ大統領が4月20日のイースター前に停戦を実現すべきと発言したことから、ロシアはそれまでにクルスクからウクライナ軍を排除し、より多くの占領地を獲得したいと考えている可能性があると指摘しました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。アメリカの防衛産業は兵器生産をアメリカから欧州に移転しようとトランプ大魔王が聞いたら怒り出すような話を真剣にしています。軍事専門家のボロビーク氏はトランプ大統領の外交、貿易政策、カナダとグリーンランドにアメリカが軍事侵攻する姿勢を見せているなどにより、ドイツなど多くの国で F-35 の導入を中止する動きがある。ロッキード・マーチンだけで数千億円から数兆円の損失に直面するだろうと指摘しました。さらに、アメリカ防衛企業はアメリカで生産した兵器を欧州に輸出できない問題に直面しているため、ポーランド、英国、ドイツなどの防衛企業の代表者と協議し、合弁事業を作ろうとしているとのことです。あるウクライナの特殊攻撃部隊の司令官も、世界で最も有名なアメリカ防衛企業の経営陣と会ったと述べ、自社の技術、製品でウクライナを助けるには、どのようにしたらいいか、政権の攻撃に遭わないようにしたらどうしたらいいかについて考えているようだと明かし、欧州に生産拠点を置く可能性を検討していることを述べました。2番目。ロシア産業貿易省のオスマコフ第一副大臣は、連邦議会の公聴会で、軍産複合体でも賃金の上昇が止まった。経済は4月か5月に一定の転換点に至ると述べ、簡単に言えば、ロシアの経済崩壊が近いことを指摘しました。ハーバード大学デイビスセンターのヤコブレフ氏は、ウクライナ戦争以降、政府の防衛支出が急増し、国営企業で賃上げ競争が引き起こされ、他の業界でも人材を引き止めるために給与を上げざるを得なくなったと指摘し、防衛産業でも給与上昇が停止したと当局が認めたということは、兵器生産の縮小に入った可能性があります。当局に近い CMACS のレポートでも、経済の停滞は民間部門で2023年半ばから軍事部門でも数ヶ月前から観測されていると指摘し、兵器生産が縮小すれば、ロシア軍の能力が加速度的に低下することになります。3番目。ロシア市場の7割を牛耳ってきた中国製の自動車が、ロシア市場をバッサリ切り捨てることが分かりました。ロシア自動車ディーラー業界のポドシェコルディン会長は、ロシアメディアのインタビューに応じ、今年に入って、すでに 10% の中国メーカーが撤退した。今年中に数十の中国自動車ブランドが消えるだろうと述べ、ロシアから中国ブランドが次々消えていく現状を説明しました。ロシアではウクライナ戦争以降、制裁で
西側の自動車が消えた代わりに、中国車の人気が高まり、売れている車トップ10のうち、中国車が7つ占めるなど、ロシア車が壊滅し、中国車の独走状態となっています。しかし、ロシアでは、中国ブランドの自動車が100以上ひしめき合っていて、過当競争で利益が出せず、また、本国からスペアパーツなどの供給も滞り、車を売ったまでは良かったものの、もはや事業として成り立っていないとのことです。中国車がいなくなったからといって、品質と価格で劣勢のロシア自動車メーカーが復活する見込みは乏しく、ロシアの自動車市場はペンペン草も生えない焼け野原状態で放置されることになります。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温13度、最低気温5度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面でロシア軍は18回の攻撃、22回の空爆を行いました。ロシアンのメディアは一斉にスジャのガスパイプラインが炎上した様子を公開し、ウクライナがハイマースで攻撃し、停戦合意に違反したと主張しました。これについて、ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ所長は、そもそも停戦は発行しておらず、パイプラインを使ったガスの輸送もゼロであるはずで、明らかにおかしい。これは、自分の領土に爆弾を落としたもので、ウクライナの信用を失墜させようとする偽旗作戦であると述べました。1番目。ウクライナ領のバシフカでは、今日も、ルジアンがバギーを使った突撃を行いました。位置情報付きの映像によると、地図の場所でバギーで突進するルジアンが観察され、一部は集落に取り付きました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団のもので、1台のバギーに4人も5人も乗って全速力で駆け抜ける様子となっています。この攻撃は、集落の池のほとりで撃退され、戦況図に変更はありません。2番目。占領地南側のグエボの集落でも、ルジアンがプセール川を渡り攻勢を仕掛けました。ご覧いただいているのはルジアン側のもので、地図の場所からグエボの集落を見通しているところとなっています。コメントでは、ルジアンの第22自動車化ライフル連隊の突撃兵が集落中心部まで前進したと伝えていますが、少なくとも地図の場所まで前進したことが確認できますので、戦況図では、ウクライナ軍の占領地を2キロほど縮小させ、ルジアンが前進したとして更新しました。面積は4平方キロになります。3番目。国境から30キロの地点にあるチェルカスカヤポロチノエでは、ウクライナ軍の高精度の攻撃により、ルシアンの英雄の称号を持つ国家親衛隊のチビロフ少佐が地獄に召された情報があります。地元当局やルシアンの軍事ブロガーによると、チビロフはキーウ侵攻の初日から作戦に参加し、今年2月、プー大統領から金星勲章を授与されたばかりでした。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍が限定的な攻撃を行い、占領を拡大させているとともに、ロシアン軍を呼び込んで戦力を削っています。ニューヨークタイムズは、ウクライナ当局者と軍事専門家の話として、クルスクはウクライナ軍の奇襲であったが、その後ベルゴロドは要塞化され、警備も行われていて、侵入ははるかに困難であると伝えています。
そのうち、ポポフカでは、未確認の情報としてウクライナ軍が前進している可能性があるとお伝えしましたが、位置情報付きの映像によると、地図の場所でウクライナ軍の姿が確認され、ポポフカを占領したと考えられます。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、ポポフカの集落をウクライナ軍が占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で26回、スバトベクレミンナ戦は32回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で4回、トレツクの方向は24回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ロシアン軍は3週間準備して機械化攻撃を行いました。そのうち、クピャンスクの南30キロにあるロゾバでは、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍は装甲車13両でロゾバ郊外で攻撃を行いましたが、ウクライナ軍がそのうち12両を破壊し、ロシアン軍に何の成果もなく、ウクライナ軍に撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第 77A モバイル旅団のもので、地図の場所の様子となっています。ロシアン軍の攻撃は、朝6時から午前10時まで4時間続いたとのことです。この場所は係争地内にありますので、戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面で、ルジアンは、トレツクの先の人口10万人の要衝コスティアンティニフカの占領を狙って攻勢を仕掛け、人口3万人のトレツクで市街戦となり、チャシフヤールよりトレツクに戦力を集中させ、さらに予備兵力を投入して突破を図っていますが、前進できず泥沼化して苦戦しています。一方、ウクライナ軍は空爆で後方の要塞化された陣地を破壊し、ドローンで空域を支配して、ルジアンの正面突撃を無力化し、弱体化したところを見計らって歩兵攻撃を行い、ルジアンを後退させる複合的な戦術で、ルジアンの前進を阻止しています。結局、戦況図に変更はありませんでした。南東部、ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では68回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で14回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、接触線全体に攻撃を仕掛け、ウクライナ軍は、ルジアンの支配地に切り込んで孤立させようとしていますが、ルジアンも、兵士の数に物を言わせて攻勢を仕掛けています。ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、ソーシャルスタジオの放送に登場し、この方面の戦況について、敵は攻撃を激化させ、今年1月と同じレベルの激しさとなった。また、装甲車両も使用し始めたと述べました。そのうち、ポクロフスクの南東にあるリシフカでは、昨日は東の方向からルジアンが攻撃を仕掛けてきたとお伝えしましたが、今日も引き続きルジアンが方向を変えて攻勢を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、リシフカの集落の北にいるルジアンを観察しているところとなっています。今回の攻撃の方向は南からと考えられ、戦況図では、その範囲で、ウクライナ軍の奪還地を縮小させ、800メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。2番目。西側正面のボホダニフカでは、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が機械化攻撃を行い、ボホダニフカの集落まで到達して撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第72機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。
この攻撃により、ロシア軍は兵士59名、5つの装備品、71機の無人機が破壊、撃墜されました。戦況図では、集落の端まで係争地が拡大したとして更新しました。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面、これらの方面でも、ルジアンは攻勢を開始し、陣地から出て攻勢を仕掛けています。そのうち、コスティアンティノピルでは、ルジアンが地図の場所で確認され、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第37海兵旅団のもので、地図の家でルジアンの様子を観察しているところとなっています。この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。後方地域。1番目。フォーブスによると、ここ3ヶ月で3回行われたエンゲルス空軍基地に対する戦略爆撃により、ロシア軍は9億6000万ドル1440億円の損失を被ったと伝えています。記事では、ロシア軍は1発15億円する KH-101 ミサイルを毎月50発製造していますが、これを破壊したのは1機が数百万円の軽飛行機を改造した長距離ドローンであったとして、コストパフォーマンスに優れた攻撃であったと伝えています。2番目。ボロネジ郊外の地図の場所では、鉄道の中継キャビネットが炎上し、この付近の列車の運行が中止されました。パルチザン組織のアテシュによると、この付近にはいくつかの石油貯蔵所があり、ロシア軍の燃料補給に重要な役割があるとのことです。3番目。ウクライナ空軍は、ブリャンスクの国境から25キロのポガルにあるロシア軍の駐屯地を攻撃し、成功したと発表しました。この場所は、ウクライナに向けたシャヘドドローンの発信基地となっていて、ロシア軍兵士の15人から40人が、電子戦機器、監視システムなどと一緒に破壊されたと報告しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは4回攻撃を行いましたが、ロシア軍の前進は確認されませんでした。その他、テレグラフは、アメリカとロシアの和平交渉後に、ウクライナへの攻撃が行われ、それが2回も繰り返されたとして、トランプ大統領が自分がクレムリンに操られているのではないかと気がつき始めたと伝えました。記事では、トランプ大統領が、私も何年もこれをやってきた。契約にサインしたくないが、ゲームは続けたいときはこうすると語ったことから、ロシアが停戦を遅らせているのではないかと気がつき始めたようだとしています。また、トランプ大統領は、ロシアに対する譲歩やおべっかが何の役にも立たなかったことにも気がついた可能性があるとしていて、記事では、トランプ大統領は、意外と短気なことをクレムリンは知らないかもしれないと締めくくっています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。